妻の元彼、カイルが大々的に海外から帰ってきた。妻は彼を高給で雇っただけではなく、私の最も重要なビジネスパートナーとの打ち合わせにまっすぐに連れ込んだのだ。私は穏やかに、カイルは未熟すぎてプロジェクトを台無しにすると伝えようとした。妻のレイチェルはただ顔をしかめた。私たちには子供がいるのよ、ケビン。カイルは過去の人。なぜ引きずらないの？カイルが皮肉たっぷりの声で割り込んだ。お姫様取り下見でありながら、働くより猜疑心に駆られることの方が多いなんて、随分な神経だな。私はレイチェルを見つめ、呆然とした。いつから俺がお姫様取りしたことになってるんだ？ 1. レイチェルは君が養われている男だって公表しないことで、君の面子を保ってあげようとしてただけさ。カイルは、すでに石のように硬くなったパートナーの前で嘲笑った。まさか、数年いい暮らしをしたせいで、ゴミ箱を漁って食いつないでいた日々を忘れたんじゃないだろうな。私の視線は氷のように冷たくなった。お前は新入りの営業社員だ。俺と会長の間の会話を遮る権利がどこにある？これ以上言いかけたとき、レイチェルがテーブルを手で叩いた。もうたくさんよ。彼女は怒鳴った。私がカイルを連れてきたのはビジネスの話をするためよ。あなたが嫉妬の癇癪を起こして彼を追い出そうとするためじゃない。私は彼女を見て戸惑い、聞き間違えたと思った。このトップパートナー、ピーターソン氏との夕食は私が2週間前に予約したものだ。すべて準備が整い、詳細も調整済みで、あとはサインを待つだけだった。しかし10分前、彼女は元彼のカイルを連れて現れ、まるで契約全体を横取りするつもりだった。そしてカイルは、相変わらず傲慢にも、最初の一言でピーターソン氏を怒らせてしまった。会社の会長であるレイチェルは、我々の利益を守ることも、カイルに退出を求めることもせず、代わりに私が騒ぎを起こしていると非難していた。正気の沙汰ではなかった。ピーターソン氏は眉を潜めた。ご家庭の事情があるなら、これは延期した方がいいかもしれませんね。私は準備の整った人としかビジネスをしませんので。レイチェルは目を見開き、彼が突然手を引くとは予想していなかった。私はただ彼女を見つめ、体中に冷たさが広がるのを感じた。これを取り繕うつもりは毛頭なかった。彼女自身がこの混乱を仕組んだのだ。しかし、驚いたことに、カイルが口を開いた。ピーターソンさん、どうかお帰りにならないでください。我々は心から誠意を持ってご協力させていただくために参りました。彼は笑顔を見せた。もう10、利益率を値引きするというのはいかがでしょう？彼の言葉はピーターソン氏だけでなく、私も驚かせた。私が当初交渉した後は、すでに我々が利益を出すための絶対限界だった。しかし彼は10を提示している。これでは利益ゼロどころか、材料費と人件費で大損だ。腹の底に怒りが渦巻いていても、ただ傍観しているわけにはいかなかった。レイチェルと私はこの会社をゼロから築き上げてきた。カイルに燃やさせはしない。ピーターソン氏、彼は新入社員で、プロジェクトを完全には理解していません。私は滑らかに言った。もしご興味がおありでしたら、当初の5の条件で進めさせていただきます。将来的にも互恵的なパートナーシップを保証します。カイルに分別があれば、口を閉ざして引き下がるだろう。しかし彼はこれを勝負にしようと決心しているようだった。彼は無邪気なふりをした。あら、ケビンさんとピーターソンさんは旧友だと思ってましたよ。5しかオファーしてなかったなんて驚きです。私の誤解でしたね。彼は自重気味に小さく笑い、自分の額を叩いた。まあ、ピーターソンさんが友人を儲けさせるためなら損失も厭わないというのであれば、私はこれ以上言うことはありません。失礼します。
彼の言葉は私を窮地に追い込み、欲深い詐欺師のように描き出した。私は彼の手首をつかみ、声を低く危険なものにした。一体何を言ってるんだ？ビジネスは信頼で成り立つ。カイルは私がパートナーを騙しているように聞こえさせていた。ピーターソン氏を一別すると、私の恐れは現実だった。彼の目には疑念が満ちている。怒りを抑えて、妻の方に向き直った。あの5の利益率は、君と私で一緒に計算した数字だ。ただの新人のでたらめで、私とピーターソン氏の関係を台無しにするのをただ見ているつもりか？結局のところ、カイルはただの営業マンだ。レイチェルが私の味方をすれば、ピーターソン氏は多めに見てくれるだろう。しかし、レイチェルはついに忍耐の限界が来たようだった。カイルのでたらめなんかじゃない。10という数字こそが我々が当初計算したウィンウィンの数字よ。欲張ってさらに利益を絞り取ろうとしたのはあなたの方よ。彼女はピーターソン氏を見て偽りの誠意を響かせていった。もはや彼のことをかばいきれません。ピーターソンさん、長らく誠実なパートナーでいてくださったのに、不誠実ではいけません。たとえ彼が私の夫であっても、彼があなたに嘘をつくのを見過ごすことはできません。そう言われて、ピーターソン氏の顔は完全に曇った。ケビン彼は冷たい声で言った。君を友人だと思っていたのに、私を馬鹿にしていたのか？カイルの唇には勝ち誇った笑みが浮かんでいた。彼は慰めるようにピーターソン氏の肩をポンと叩いた。ピーターソンさん、金銭しか眼中にない人に怒りを浪費しないでください。会長と私は今日、あなたが利用されないように特に駆けつけたんです。どうかお怒りはお静めください。レイチェルは待っていたかのように彼の言葉を受け取った。もしケビンに不信感をお持ちなら、今後のすべてのビジネスはカイルを通して行うことができます。彼は海外のトップ大学院出身で、あらゆる種類のプロジェクトやビジネスモデルに非常に詳しいのです。そうしてすべてが明らかになった。レイチェルは私を踏み台にして元彼の道を舗装していたのだ。しかし私はいいようにされるような男ではない。私は彼女を見つめ、温かみのない声で言った。今日の行いを後悔しないことを願うよ。彼女の目には怒りが走った。ケビン、身の程を忘れたの？この会社の唯一の決定権者は私よ。私の選択にあなたが議論する余地はないわ。私たちはこの会社を一緒に立ち上げた。彼女を愛していたから、会長だのなんだのといった肩書きにはこだわらなかった。彼女が有力なビジネスウーマンになりたがり、私は喜んで彼女が築くための土台となった。彼女が新生児の息子を言い訳に前面から退くよう私に求めた時も、その役を演じた。彼女が人々に、私がただ彼女の成功に便乗した男だと言った時でさえ、何も言わなかった。しかし、私の愛と情報は、彼女の理解を得られなかった。それらはただ彼女を図に乗らせただけだった。彼女の隣に立つカイルを見て、私は息をつき、彼女に最後のチャンスを与えることにした。息子のボビーはまだ5歳だ。両親の別離で苦しむ姿を見たくなかった。昔の情けでカイルを助けたいなら、それでもいい。だが、このプロジェクトの利益率は5を超えてはならない。彼女の言う通り、我々は10の利益率を計算したことはあった。しかしそれは、人件費と原材料費の高騰を考慮する前の話だ。それらを含めれば5が最大限だ。それ以上なら我々は損をし、働く特権に対してお金を払うことになる。会社はここ数年うまくいっていたが、そのような出血には耐えられない。一度こうなればまた起こるだろう。彼女が我々が築いたものをすべて賭け事に費やすのを見ているわけにはいかなかった。
何か気づきの表情を期待したが、彼女の顔は嫌悪の仮面のようだった。あなたが男だからって私をコントロールできると思ってるの？彼女は吐き捨てるように言った。言っておくわ、女性だってビジネスの世界では同じように有能なのよ。10と言ったら私は前言を翻さない。それを聞いてピーターソン氏は拍手を始めた。素晴らしい。レイチェル会長、有言実行のお方だ。それなら私の選択は明らかです。御社と契約させていただきます。カイルは私に得意げで勝利した視線を投げかけた。裕福な家に嫁いだからって支配権を得たと思う人もいるけど、綺麗な顔は誰かに養ってもらうためだけのものだって忘れてるんだよ。本当のビジネスとなると、彼らに発言権はないんだから。彼の言葉は私への直接的な当てこすりだったが、レイチェルは微動だにしなかった。彼女はピーターソン氏に笑顔でグラスを掲げるのに忙しかった。ピーターソン氏の耳に入ったと見て、カイルはため息をつくふりをした。彼は10の利益率があることを知りながら、5だと言って差額を懐に入れようとしていた。ピーターソン氏が寛大にも我々との仕事を続行してくださると決めた今、せめて何らかの謝罪があって叱るべきじゃないですか、ケビンさん。私はカイルを見つめ、沈黙は氷の壁のようだった。たとえ会社での私の地位が低下していたとしても、私はまだ副社長だ。新人の営業マンに何の権利があって私を見下すような口を聞くのか？しかし、レイチェルの暗黙の了解を得て、彼はさらに大胆になった。少なくとも、謝罪として3杯飲むべきだよ。そして、アルコールアレルギーなんてたわごとは言わないでくれよ。ビジネスディナーに来て酒を飲まない奴がいるか？彼が特にアルコールアレルギーと言及したのは明らかな示唆だった。私はレイチェルをじっと見た。彼女は顔をそらし、一瞬罪悪感のようなものが見えたが、すぐに硬くなった。カイルが飲めと言ってるんだから飲みなさい。死にはしないわ。その通りだった。私は重度のアルコールアレルギーと慢性の胃腸の病気を持っている。何年か前、レイチェルが会社をもっと早く成長させたいと言ったとき、私は人脈作りに没頭し、投資家たちとの接待に明け暮れた。胃腺孔で入院するまで飲んだ。レイチェルは私のベッドサイドで泣き、私の健康以上に大切なものはないと誓い、二度と飲まないと約束させた。もし飲んだら二度と口を聞かないと言って。今、私は彼女を見てゆっくりと意図的にうなずいた。もしこれが君の望みなら叶えてやろう。だが、この3杯の後では君と私は終わりだ。リカーの灼熱の跡が喉を焼いた。吐き気をこらえ、個室から出て行った。背後で、かすかに彼らの笑い声が聞こえた。カイルの心配そうなふりをした声が聞こえてきた。レイチェル、ここ数年うまくやっていると思ってたけど、まさかあなたがあんなイケメンと結婚するとは想像もしてなかったよ。彼、ピーターソン氏の前であんたに態度も示すなんて。本当に信じられないほどの失敬だ。私は足を止めた。レイチェルが何と言うか聞きたかった。少し間を置いて、彼女は答えた。海外の大学院卒のあなたと比べたら、彼はただの短大卒よ。数年マネジメントをしただけで、自分の出自を忘れてしまったの。明日、彼の降格を発表するわ。カイルはすぐに追従した。賢明な決断です。レイチェルさんは、ちょっとした過去があるからって威張り散らすような彼のようなゴミを処理しなければならないんですから。私は去った。これ以上聞く必要はなかった。カイルはビジネスパートナーの前で繰り返し私を侮辱し、レイチェル、私自身の妻は、それを許しただけでなく、加担さえした。何年もの愛と献身が一夜にしてすべて焼き尽くされた。無理に我慢し続けるのは終わりにした。
ホテルを出た瞬間、私は体を折り曲げ、嘔吐した。焼けつくような痛みが胃を引き裂き、冷や汗が吹き出した。最寄りの病院まで1時間かかるが、家と私の薬までは30分だけだった。弁護士に簡単なメッセージを送った離婚協議書を作成して。すぐに。そして私は家に車を走らせた。ボビーはもう寝ていた。私は足音を忍ばせて階段を上がり、薬を飲んだ。しばらくして玄関の鍵が回る音が聞こえた。私はいつものようにレイチェルを迎えに行かなかった。彼女の苛立った鋭い声が静かな家を切り裂いた。お客様の前で一言もなく立ち去り、今やで幽霊のように振る舞って。子供じみたドラマはやめてくれない？彼女の怒鳴り声でボビーが目を覚まし、泣き出した。私は痛みを押し通して彼のところに行こうとした。ドアを開けると、カイルが我が物顔で我が家のリビングに立ち、息子を落ち着かせているのが見えた。普段私が長い時間をかけてなだめるボビーが、カイルの上げ取り一切れですぐに静かになった。彼は小さな腕をカイルの首に回した。カイルパパ、僕に優しいね。僕のパパはこれ食べさせてくれないんだ。意地悪なんだよ。ボビーは私同様、胃腸が敏感だ。同じ慢性の痛みで苦しんでほしくないので、揚げ物や脂っこい食べ物の摂取を厳しく制限していた。レイチェルはこれをすべて知っていた。しかし彼女はただそこに立ち、何も言わずに見ていた。彼女は私が蒼白い顔で戸口に立っているのを見て、眉を潜めて煩わしそうにした。どうでもいい、あなたと議論するつもりはないわ、彼女は捨て台詞のように言った。だからあなたの胃が痛いのね。あなたがちゃんと食事をしなかったのが私のせい？彼女はテーブルの上に黒いビニール袋を放り投げた。普段は残り物を持ち帰るような下品なことはしないけど、あなたの胃の調子で空腹でいられないのを思い出したのよ。彼女の口調は見下すようなものだった。私に残り物を詰めてやることが大きな犠牲であるかのように。しかし、私の名を汚し、私に酒を強要し、この発作を引き起こした張本人は彼女とカイルだった。ボビーはテーブルの上の黒い袋を見て、子供らしい無邪気さで尋ねた。それゴミ袋じゃない？パパ、ゴミ食べるの？私が動かないと、レイチェルの声は焦燥感で鋭くなった。テイクアウトの容器がなかったの。それに、これらの袋の方が丈夫なんだから。あなたのような這い上がり者が何を気にするの？あなたは底辺から這い上がってきたんだから。彼女の次の言葉は物理的な衝撃のように私を打った。あなた、貧乏でゴミを漁り、野良犬と食べ物を奪い合うために戦わなきゃいけなかったんじゃなかったの？彼女はそれをとても気軽に、軽く言ったが、それは私の心に氷の破片を突き刺した。私は幼い頃に両親を亡くし、町でスクラップや物乞いで生き延びて育った。見知らぬ人々の親切で何とか学校を卒業できた。卒業後の最初の年、私は小さなソフトウェアプログラムを開発して初めてまともな金を稼いだ。私を助けてくれたすべての人に利子をつけて返済した。私は自分の過去についてすべてをレイチェルに話し、何も隠さなかった。彼女はその時、同情で目を赤くして泣き、私の子供時代の傷を癒すと約束した。今、息子の前で、彼女は私を這い上がり者呼ばわりし、私の過去を暴露し、私が犬とスクラップを争ったと彼に話している。私は何とか平静を保ち、ボビーを見て生き延びることに恥はないと伝えたかった。しかし、私の息子はただ嫌悪感を持って私を見つめた。パパはキモい。ゴミ触る人臭いね。だからパパも臭いんだ。彼は小さな指で私を指した。パパは汚いもの食べるなっていうくせに、パパは犬と食べ物争ったんだ。
パパ嘘つき。ボビーは私の方に唾を吐いた。パパキモい。こんなパパ嫌だ。新しいパパが欲しい。カイルパパがいい。ボビーを抱っこしているカイルは優しく断るふりをした。でも君にはもうパパがいるんだよ、坊や。僕は君のパパにはなれないよ。それを聞いてボビーは泣き崩れた。私は彼を抱きしめようと手を伸ばしたが、彼は飛び出して私の腕に噛みついた。5歳児の歯は鋭く、彼は全力で噛みついた。血がすぐににじみ出た。私は痛みで息を飲んだが、動くのを恐れ、彼を傷つけるのを恐れた。彼が私に噛みついている間、彼は狂ったように私を蹴り始めた。彼の蹴りの一つが私の胃にまともに当たり、ようやく薬で抑えた痛みが再び激しくよみがえった。私の苦痛に歪んだ顔を見て、ボビーはただ笑い、目には勝ち誇った表情を浮かべた。悪いパパ。揚げ鳥食べさせてくれないからだ。彼は金切り声を上げた。僕がパパを倒した。これからは僕の言うことを聞くんだよ。揚げ鶏とハンバーガー食べさせてくれる？それとも食べさせない？